今年の3月、東京大学で博士号を取得しました。でも今の僕、完全にニートです。28歳なのに仕事していません。だって僕は日本に9年住んでいる韓国人で、就職も決まっていたんですよ。いやいや、何があったの？精神的に病んでるのって思いますね。すいません。理由はちゃんとあります。かなり特殊な事情です。この動画では4つに分けて説明します。今何をしているのか、正直な心境はどうなのか、なぜこうなったのか、今後どうしたいのか、この4つです。まず一つ目は、今何をしているのって話です。正直に言うと、今の僕は誰かに言われて動くことが一つもありません。完全に自分で一日を設計しています。でも逆にめちゃくちゃ規則的です。朝は毎日7時に起きます。まず妻と一緒に起きて、駅まで妻を見送ります。その後、日本の朝ってすごく静かで、空気もちょっと冷たくて、気分が良くなります。現実感がちょっと戻ってきて、そのまま僕は近くのマクドナルドに入ります。そうすると7時半になります。そして10時半までほぼ毎日2、3時間ぐらい、読書、何かを読んでいます。僕の場合ですと紙じゃなくて全部スマホで見ていて、内容はかなりバラバラです。マーケティングの本を読むときもあれば、誰かの人生を書いた伝記、最近だと孫正義さんとか、イーロン・マスクさんとか見てます。で、英語のビジネス書とか、英語のニュースとか見ていますね。だからこれ1日で2、3時間かける5ヶ月で逆算してみると、かなり数百の時間が積み上がってくると思うんですね。この時点で普通の社会人だとまずできないような、貴重な経験をさせていただいております。で、そして昼前ぐらいに家に戻って、昼ご飯を食べて少し休みます。その後が第2ラウンドです。YouTube の台本を書く、撮影する、サムネを考える、コメントを見る。その他も事務作業とかもろもろやることあるので、それをやる。このあたりは完全に自分の事業、みたいな感覚なのかな。自分の時間っていう表現が適切ですね。気づいたらもう夕方になります。夜は妻とご飯に行ったり、普通にデートしたり、たまに野球にも行きます。日本の夜って落ち着いていて、街の光が柔らかいので、こういう時間がかなり贅沢に感じます。そしてまた寝て、すると朝7時になります。週末もほぼ似ていて、遅くても8時には起きています。で二つ目は、今どんな気持ちなのってことです。結論から言うと、思っていたよりはずっと良いってことでした。ただしね、最初は不安でした。かなりリアルな話をすると、このまま働かなくて大丈夫かという恐怖はありました。特に日本だと4月入社が当たり前なので、その流れから外れること自体に違和感がありますよね。周りがスーツを着て動き始めている中で、自分だけが働いていない。この状態、正直、精神的に怖かったです。あと、お金の問題もあります。YouTube 収入を除くとゼロなんですね。普通に働けば、月収、数十万は出るかもしれないんですが、それ全部捨てて、今何もしていない。YouTube 以外のことは、収入源もないに近しいような状況ですね。それでもいいのかという問いが何回も自分にありました。でも実際にこの生活に入ってみると考え方が変わりました。まずやることがないという状態にはなりません。むしろ逆でやりたいことが多すぎるんですよ。読書もそうだし、旅行もそうだし、自分の YouTube もそうです。特に YouTube は時間をかければかけるほどクオリティが上がるから、この期間は明確に投資ですよね。仕事する上でも今の期間というのは大事なんだと思います。あと大きいのは自分の時間の使い方を自分で決めているという感覚ですね。会社員だとどうしても他人のスケジュールに合わせる必要がありますよね。でも今は違う。朝7時に起きるのも自分の意思。3時間本を読むのも自分の意思。夜に何をするのかも全部自分で決めている。この感覚はかなり強いです。さらにね、妻との時間。これもかなり大きいですね。社会人になるとほぼ一緒に毎日は過ごせない。でも今は違いますよね。毎日一緒に朝を迎えて夜に会話して同じ時間を共有できる。この価値は後からは取り戻せないタイプのものなんだと思います。だからただ休むんじゃなくて意図的に使い切る。それが今の僕のスタンスです。で、3つ目、なぜニートになったかという話です。まず前提として、僕はすでに就職は決まっています。いわゆる内定ありの状態です。ただ問題は入社時期ですね。実は日本だと4月入社ですよね。でも僕の場合、それが9月に変更になりました。会社の受け入れ状況と、僕がやろうとしている仕事の特性上、4月じゃなくても良いとなりました。その後、7月、9月、11月で選べました。最初は7月入社を予定していましたが、結局は真ん中の9月にすることになりました。要するに自分の意思で、ニートになった
というよりかは、それもありますが、構造的にもそうなるしかなかったというのが正しいですね。だから4月、5月、6月、7月、8月の5月間がもう完全に空白になったわけであります。ここでね、選択肢として、なんか別のインターン、バイトとか入れて、とにかく働くっていうのと、何もせずに休む。この2つの選択がありましたが、僕は何も選択しませんでした。この5ヶ月って一生でほぼ二度と来ない状況なんですよね。だから一般的に働くとか、何もしないで休む、遊ぶというよりかは別のことをしたかったんです。僕の人生、今までもう大学入試やって、大学院行って、博士までやって、特に日本でも9年間休まずに来て、このまま社会人になったらまた休まずに走らないといけないんじゃないですか。だからこの長期の休暇って今のタイミングでしかないですし、今僕20代だから体力もある時期、思考もまだ柔軟な時期、この時間の価値を今でしか使えない時間にしたい。だからもうバイト頑張っても10万円、20万円稼ぎますというよりかも、この時間を自分への投資、自己啓発に使って長期的なリターンとして得たいというふうに思いました。なのでニートになったよりかは、いわば戦略的に働かない期間を選んだという表現を使っていいかもしれないです。で、4番目、最後、今後どうするのって話です。結論から言うと、今この生活ベースにしながら、この5ヶ月間を明確に投資的な時間にしたいと思うんですね。まずは、今と同じルーティンを維持します。読書とか YouTube とか、その他の活動も頑張ってみる。で、この2つ、3つは絶対外さないで、その上に、長期で海外に行くってことも考えていますね。具体的には、ジョージアとか、アルメニア、カザフスタン、ブルナイみたいな国に行ってみたいというふうに思います。旅行でマイナーな国ですよね。この理由はシンプルで、この社会の前提が全く違う場所を感じてみたいからです。例えば日本は秩序、安全、サービスの平均的な品質が非常に高い国などと思います。一方、海外では強みとしているものが全く違っていたりとか、その前提となる文化、考え方、制度も全くバラバラであると思うんですよね。この多様性があって、なぜこの国の人たちはこういう仕組みで生きているのか、日本と韓国は世界の中で見るとどういう特徴があるのか、これから世界では何が伸びてどこが変わるのかってことを、実際に現地を見て問いを持ちながら見てみたいというふうに思っております。で、もちろん最終的にやりたいのはですね、僕日本に住んでる韓国人なので、日本と韓国、そして世界を横断して理解できる人間になり、今まで以上に、日本のためになること、韓国のためになること、この2つを、世界につなげるような人、そういったこともできたら嬉しいかなというふうに思います。だからこの5ヶ月っていうのはそういった土台を作るような時間ですね。だから1日1日をかなり意識して使っています。ということで僕は今ニートという形ですが、やっていることは変わりません。毎日自分で決めて、自分で勉強して、自分で走って、そしてYouTube をやって、暇な時は野球しに行ってっていう1時間1時間の密度考え方、今まで以上に高いですね。日本に来て9年間、ここまで走り続けてきたからこそ、今の時間どう使う、次の60年間どうするみたいなことを真剣に考えていきたいというふうに思います。皆さんもそれぞれの場所でそれぞれの戦いがあると思います。一緒に毎日を積み上げていきましょう。はい、皆さんの質問です。皆さん、今この状況だったら何に時間を使いますか？ぜひコメント欄で教えてください。以上、パクンでした。アニョン。